取締役会議の最中、スマホが振動した。幼稚園の保護者グループからの通知だ。担任からのタグ付きメッセージ、ダニエルズ夫人、お嬢様を退園処分とします。即刻お迎えに来てください。理由は？と打ち返す。レオの母が高慢に返信。あなたの娘が私の息子を御曹司と呼ばなかっただけで十分でしょ？私の夫はリアム・ゴメス、あの大富豪マイルズ・ゴメスの弟です。何か問題が？返信する間もなく、担任が彼女に詫びる。ゴメス夫人、申し訳ありません。私が誤って、あなたの娘様を叩いたレオ君を叱ってしまいました。明日の授業で彼を表彰しますね。チャットにはたちまちお追従の嵐。誰かが泣きじゃくり、あざだらけの私の娘の写真を投稿し、私をタグ付け、最高の富豪の甥っ子様に叩かれるのは光栄なこと。恩知らずなことはしないで。血の気が引いた。リアム・ゴメスは私の兄だっただが、彼は10年前に亡くなっている。会議を打ち切り、幼稚園へ向かう車中、ホームチームにメッセージ、亡き兄の名を語る者を突き止めろ。娘が園内で暴行を受けた。チームを連れて来い彼らに代償を払わせる。1、幼稚園に着くと、すぐに彼女の姿が見えたレオの母だ。園門のそばで女王のように振る舞い、他の保護者たちに取り囲まれている。ゴメス夫人、ご謙遜なさらないで。こんなことなければ、ご主人がマイルズ・ゴメス様の弟だなんて、私たち知る由もなかったんですから。本当に。夫人を見た瞬間、何か気品が違うと思いました。ゴメス家のオーラですね。今日は私たちも味方ですよ。レオ君はクラスのプリンスですもの。ろくでなしにいじめられるわけにはいきません。そうですよ。御曹司様に手を挙げさせるような子は、そもそもゴミです。私は息子に言い聞かせました。レオ君には絶対服従で、どんな時でも守れって。娘の担任さえも、この女の前でペコペコ頭を下げている。ゴメス夫人、ダニエルズの娘は生意気でした。叩かれて退園させられるのが当然です。レオ君は勇敢で強いお子さんです。自分の感情をはっきり表せるなんて。クラスの模範として称えます。それと、へつらう声をさらに引き立てて担任は続ける。レオ君の好きな食べ物のリストをいただければ、園全体の献立を彼のお好みに合わせて調整いたします。レオの母はおだてに乗り、誇らしげに胸を張る。私の兄リアムは謙虚で親切で貧困法制な男だった。私たちは兄弟仲が良く、共にゴメスグループを今日の帝国に築き上げた。だが、その仕事は彼を消耗させた。病に倒れ、若くして亡くなった。私は彼の望んだ静かで身内だけの葬儀を執り行い、その後、悲しみを仕事に注ぎ、私たちの会社をナンバーワンにするという彼の夢を叶えようと決意した。今、私が10年間緩まぬ努力を重ねて得た成功が、この女の社交的な資本になっている。私は激怒し、同時に心底混乱していた。一体誰が、この詐称者、インポスターが、彼女にそんなに無遠慮に振る舞わせ、私の娘に残忍ないじめを受けさせているのか？保護者グループが私の接近に気づくと、へつらい笑みは消え、靴底についた汚れ物を見るような嫌悪の表情に変わった。担任が歩み寄り、軽蔑の仮面をかぶったような顔で言う。園長自らがお嬢様の退園を決定されました。お嬢様をきちんとしつけ、身の程をわきまえるよう教えることをお勧めします。私は彼女を見据え、声を低く落としていった。私の娘があなたの学校で暴行を受けました。彼女の正義を求めず、権力者に取り入るために被害者を追い出すのですか？担任は鼻で笑った。ここはエリート幼稚園です。私たちは園児のステータスを優先します。ゴメス家は
あなたのような仮想民が逆らえる相手ではありません。私の表情は硬くなる。調べてみることをお勧めします。私が一体誰なのか正確に。それ以上言う前に、レオの母が前に出て、私の方を強く平手打ちした。何様のつもり？彼女はあざけるように言った。ここでステータスとかほざいて？あなたが誰であろうと、私の夫より偉くなることなんて絶対にないわ。2、その一撃に私は呆然とした。他の保護者たちはやじと嘲笑の声を上げた。笑える。ゴメスの一族が目の前にいるのに、この誰だかわからない女がステータスについて語るだって？彼女、多分仮想民すぎて、ゴメスって名前が何を意味するのかさえ知らないんだろうね。マイルズ・ゴメスの甥っ子様に叩かれるなんて、彼女のようなゴミには名誉なことよ。何を文句言ってるのかわからない。彼らは侮辱の言葉を吐き、中には私の方向に唾を吐きかけ、ゴミ以下だという者もいた。私は上着小さな財産に値するオーダーメイド品を脱ぎ、近くのゴミ箱に放り込んだ。そして、レオの母に向き合う。まず、あなたの息子が私の娘を暴行し、今度はあなたが私を暴行する。法律を恐れないのですか？彼女は、世界で一番面白いジョークを聞いたかのように笑った。あなた、本当にゴメス家がどれだけ力があるのか知らないのね。私の夫はマイルズ・ゴメスの弟よ。法律が私に触れられると思う？彼女はデザイナーのハンドバッグを掲げた。これ見て。夫からの贈り物よ。取っ手に結ばれたこのシルクのスカーフは、あなたとあなたの娘の命を合わせたよりずっと価値があるわ。私はバッグを見た。確かにそれは高価なものだったが、なぜか見覚えがあるように感じた。奇妙ですね。私は冷静を装って言った。リアム・ゴメスが結婚して、ましてや子供がいるなんて知りませんでした。ご主人をここに呼んでみませんか？お会いしたいものです。兄は10年も前に亡くなっている。どうして5歳の息子がいるというのか？私は彼の名を語り、この怪物のような女とその子供を世に放ったのは誰なのか確かめようとしていた。レオの母は青けそって笑った。私の夫の結婚なんてあなたのような底辺の者が知る必要はないわ。それにあなたが会いたいだって？何の権利があって？その権利は私の声は冷たい威厳を帯びて響いた。私がリアム・ゴメスの妹だからです。私の名はアメリア・ゴメス。3. 人々は嘲笑いの声を上げた。レオの母は私が乗ってきた車を見て、軽蔑したように言った。あんなガラクタを運転して、よくゴメスだと名乗れるわね。貧乏のせいで頭がおかしくなったの？彼女はまた笑った。私はマイルズ・ゴメスの義理の妹よ。彼の実の妹がわからないと思う？他の保護者たちも彼女の視線に従い私の車を見て、嘲笑はさらに大きくなった。あんなゴミみたいな車、死んでも乗りたくないわ。見てよ、貧乏で惨めだね。娘が生意気なのも当然よ。二人ともしっかり叩かれるべきだ。彼女みたいな貧乏人、なんでこんな学校に入れようとするの？本当に嫌になる。私の車は確かに10年落ちの国産車だった。だが、それはレアでカスタムビルドの車両で決して安いものではなかった。その控えめなデザインのせいで、その価値に気づく者はほとんどいない。そして今、それが彼らに私の言葉を信じさせない理由になっていた。今日、ゴメスの名を語る代償を教えてあげる。私がもう一言言い終わる前に、レオの母は道端からレンガを拾い上げ、私の車に猛烈な勢いで叩きつけ始めた。窓ガラス、ヘッドライト、ボンネット一かところも残さずに。他の保護者たちも熱狂に乗せられ、
手当たり次第に物をつかみ、車体に襲いかかった。窓を粉々に割り、次に中に手を伸ばして革シートを切り裂き、内装を破壊した。瞬く間に、私の無傷だった車はめちゃくちゃになった。見て。トランクに何か入ってるぞ。トランクをこじ開けた後、誰かが叫んだ。レオの母はゆっくり歩み寄り、巻物の絵画を取り出し、嘲笑った。ガラクタみたいな車に乗るゴミがコレクター気取って。上品ぶってるわね。そう言って、彼女はその古い絵画をズタズタに引き裂いた。トランクの中身はすべて最近のオークションで落札した。倉庫に移す時間のなかった貴重な骨董品だった。それを弁償するときにも、同じくらい熱心であってくださいね。私は声を危険なほど静かにして警告した。彼女はただ私の顔を笑い飛ばした。あなたみたいな仮想民が持ってるものに何の価値があるっていうの？偽物の山じゃない。私のランチ代にもならないわ。それに、ゴメスケのコネがあれば、この町のどの裁判所も私に弁済させようなんてあえてしないわ。彼女はその後、残りの骨董品も破壊し続けた。他の保護者たちも彼女に勇気づけられ、破壊の限りを尽くした。私は無法な群衆を見つめ、冷静にスマートフォンを取り出した。どこにいる？3分以内に来てほしい。電話の相手が返事をする前に、保護者の一人が私のスマホを奪い取り、地面に叩きつけた。まだ援軍を呼ぼうとしてるの？本当にこの芝居にこだわるんだね。自分が大物だと思ってるの？多分、ただの小敷の群れを呼んできて、ごっこ遊びをするつもりなんでしょ？笑い声と侮辱がまた始まった。自滅への道を突き進む愚か者に道理を解くことはできない。私が望んだのはただ娘に会うことだけだった。彼らを無視し、園の入り口に向かって歩き出した。園長が私の行く手を遮るように出てきた。あなたのような仮想民はここで歓迎されていません。私の目は氷の破片のようだった。私の娘を返してください。退園処分です。彼は嘲笑った。担任が連れてきます。ちょうどその時、正面の扉が開き、私の娘が投げ出され、小さなリュックサックが後から飛んできた。彼女はコンクリートの上に激しく落下し、大声で泣き出した。私は駆け寄り、彼女を抱き上げた。園長に向き直り、声を怒りに震わせていった。これがあなた方の生徒への接し方ですか？彼は完全な軽蔑の目で私を見た。貧乏なメス犬から生まれたゴミクズが。ここで生徒になる資格なんてあるの？私たちはただゴミを捨ててるだけだ。何か問題が？ 4. 他の保護者たちは拍手喝采した。園長、言い得て妙です。公平で正しい。ここはエリートスクールです。野良犬の場所じゃありません。そもそもゴミに教育なんて必要なの？結局体を売ったりゴミ漁りするだけでしょう。ゴミの拾い方を教えた方がいいんじゃない？あのボロ車より価値のあるものが見つかるかもよ。レオの母はさらに傲慢になった。あなたたちのような階級の者は身の程を知るべきよ。あなたたちは底辺で生きる運命なの、誰にも蔑まれるように。侮辱の言葉が私を洗い流した。彼らが叫べば叫ぶほど、レオの母の笑みは広がった。園長は機会を逃さず、ペコペコとへつらった。ゴメス夫人、今回の対応にご満足いただけましたら、一つだけお願いがご存知のように、当園は拡張を計画しているのですが、周辺の土地はすべてゴメスグループの所有でして。レオの母は腕を組み、彼を見下ろすようにした。心配しないで。今日のあなたの対応にはとても満足しているわ。夫に一言言っておく。土地を寄贈させるように。園長はにっこり笑った。ありがとうございます。ゴメス夫人、ありがとうございます。
他の保護者たちは彼女に群がり、贈り物を差し出し、頼み事をした。ビジネス取引、パートナーシップ、高級店の無制限ギフトカード。彼らは彼女に贈り物を浴びせかけ、中にはバッグに銀行カードを詰め込む者さえいた。彼女はそれらに酔いしれ、彼らの崇拝に浸っていた。彼女は私のところに歩み寄り、声に恩着せがましさをたっぷり込めていった。感じる？この世界の人々の間の格差は、人間と犬の格差よりも大きいのよ。あなたみたいなゴミは、崇められることがどんなことか、絶対に経験できない。でも私、ゴメスとして、あなたが夢にしか見られない栄光を享受できるの。彼女は身を乗り出し、声を毒踊りじしく潜めた。一日だけ猶予をあげる。そのゴミみたいな娘を連れて、この町から出て行きなさい。もし私の息子の視界をまた汚すのを見かけたら、その小汚い野良犬を生き埋めにしてやる。娘が私の腕の中で震えた。ママ、怖いよ。彼女は泣きじゃくった。痛い。彼女の声は私の心を引き裂く恐怖に満ちていた。よく見ると、見えた破れた服の下の肌に細い赤い線が何本も交差している。ナイフの切り傷だ。私の視界が赤く染まった。あなたの息子がやったの？と私は詰め寄った。レオの母は切り傷を一別し、肩をすくめた。大したことじゃないでしょ？彼を怒らせて殺されなくてラッキーだったわね。その言葉が彼女の口から出た瞬間、私は彼女を平手打ちした。強く。溜め込んだ怒りのすべてが込められた一撃だった。彼女はよろめき、呆然とした。もう一度撃とうとする前に、他の保護者の一人が私の髪をつかみ、地面に投げ飛ばした。彼らは狼の群れのように私に襲いかかり、蹴り、殴った。よくもゴメス夫人に手を出したな、この役立たずのメス犬め。あの小汚い野良犬、まだ死んでないくせに。あんたも急いで仲間になりたいのか？御曹司様に懲らしめられるなんて、あのゴミには名誉なことよ。あんたみたいな仮想民から何の良いものが生まれるっていうの？あの子は殴り殺されるのが当然だ。園長さえも私を蹴った。ママを叩かないで。娘が叫び、割って入ろうとした。太った少年レオが彼女を地面に突き飛ばした。園長はレオの頭をポンと叩いた。いい子だね、悪を懲らしめて。明日、全校児童の前で特別賞をあげるよ。レオはにんまり笑った。あの小汚いゴミを見るたびにぶん殴ってやる。私は地面に倒れ、打撲傷と出血を負っていた。見上げる私の目は燃えるようだった。あなたたち全員、後悔することになるわ。彼らは高笑いを上げた。聞いた？仮想民が脅してるぞ。彼女、本当に自分が何者かだと思い込んでるんだね。マイルズ・ゴメスが後ろ盾なんだから、ゴメス夫人がこのメス犬をアリのように潰せるんだ。彼女に残ってるのは空っぽの怒りだけだ。哀れな。彼らは私を押さえつけ、侮辱の言葉を浴びせかけた。見物人の群衆もヤジを飛ばし、私を愚か者呼ばわりした。レオの母は勝利に酔いしれ、ストッキングのヒールで私の方を踏みつけた。後悔？彼女は勝ち誇ったように叫んだ。私は人生で後悔したことなんて一度もないわ。あなたみたいなゴミがどうやって私に後悔させるのか、早く見たいものね。ちょうどその時、エンジンの轟音が空気を満たした。100台以上の黒の高級車の車列が、それぞれゴメス化の紋章を掲げ、道路を疾走し、幼稚園の前でキキッと音を立てて止まった。ドアが一斉に開き、シャープで仕立ての良いスーツを着た男たちの軍団がなだれ込んできた。